アーイシャ伝承。預言者、サラー・アッラー・イーライ・ワサラームは、模様のある神さ、正方形の衣服を着て礼拝をされました。礼拝中、彼はその模様を見ていました。そして礼拝を終えると、こう言いました。私のこの神さをアブー・ジャハムに持って行き、彼のインビジャニや、模様のない毛織物の衣服を持ってきてください。この神さのせいで礼拝に集中できなくなってしまったのです。アーイシャ伝承。預言者、サラー・アッラー・イーライ・ワサラームはこう言いました。私は礼拝中にその神さの模様を見ていましたが、それが私の注意をそらすことで試練に遭うのではないかと恐れました。サヒーフ・アルブハーリー373。アブー・フライラが伝えたところによると、一人の男性が立ち上がり、預言者ムハンマド様、彼にアッラーの平安と祝福あれに一枚の衣服での礼拝について尋ねました。すると預言者様は言われました。あなた方全員が2枚の衣服を持っているというのか。その後、別の男性がウマル、アッラーが彼を喜ばれますように同様の質問をしました。するとウマルは答えました。アッラーが豊かさをお与えになったならば、あなた方も豊かに着るべきだ。一人の者は自分の衣服を重ねて着る。ある者は、ゲギヌ・イザールと肩掛け、リダーで礼拝する。死体とシャツで、死体とクバー、上着で、ズボンと肩掛けで、ズボンとシャツで、あるいはズボンとクバーで、プッパーン、短い下着とクバーで、プッパーンとシャツで。伝承者は付け加えて言いました。そして、私はウマルがプッパーンと肩掛けでも良いと言ったと思う。サヒーフ・アルブハーリー365。アブーザルが伝えるところによると、アッラーの使徒ムハンマド様、彼にアッラーの平安と祝福あれは言いました。私がメッカの自宅の屋根の下にいたとき、屋根が裂けて開いた。すると、天使ジブリールが降臨し、私の胸を開き、ザムザムの水でそれを洗った。それから彼は、知恵と信仰で満たされた黄金の盆を持ってきて、その中身を私の胸の中に注ぎ込み、閉じた。その後、彼は私の手を取り、私を最下層の天へと登らせた。最下層の天に着いたとき、ジブリールは天の守護者に、開けてくださいと言った。守護者は、誰ですかと尋ねた。ジブリールは、ジブリールですと答えた。守護者は、他に誰か一緒ですかと尋ねた。ジブリールは、はい、ムハンマド様、彼にアッラーの平安と祝福あれが一緒ですと答えた。守護者は、彼は招かれたのですかと尋ねた。ジブリールは、はいと答えた。門が開けられ、私たちが最下層の天に登ると、一人の男性が座っており、その右側には群衆が、左側にも群衆がいた。彼が右側を見ると笑い、左側を見ると泣いた。その男性は、ようこそ、立派な預言者、立派な子よと言った。私がジブリールに、この方は誰ですかと尋ねると、彼は、この方はアーダムです。そして、彼の左右にいる群衆は彼の子孫たちの魂です。右側の人々は楽園の民であり、左側の群衆は地獄の民です。それで彼は右を見ると笑い、左を見ると泣くのですと答えた。その後、彼は私を第二の天まで登らせ、そこの守護者に、開けてくださいと言った。その守護者は、最初の天の守護者と同じことを尋ね、そして門が開けられた。アナスは言った。アブーザルは、預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれが、後の天でアーダム、イドリース、ムーサー、イーサー、イブラーヒーム、彼らにアッラーの平安あれに出会ったことに言及したが、彼らがどの天にいたかは明言しなかった。しかし、彼はアーダムが最下層の天に、イブラーヒームが第六の天にいたと述べた。アナスは言った。ジブリールが預言者様、彼にアッラーの平安と祝福あれと共にイドリースのそばを通ったとき、イドリースは、ようこそ、立派な預言者、立派な兄弟よ、と言った。私が、この方は誰ですか、と尋ねると、ジブリールは、この方はイドリースです、と答えた。次にムーサーのそばを通ると、彼は、ようこそ、立派な預言者、立派な兄弟よ、と言った。私が、この方は誰ですか、と尋ねると、ジブリールは、この方はムーサーです、と答えた。次にイサーのそばを通ると、彼は、ようこそ、立派な兄弟、立派な預言者よ、と言った。私が、この方は誰ですか、と尋ねると、ジブリールは、この方はイーサーです、と答えた。次にイブラーヒームのそばを通ると、彼は、ようこそ、立派な預言者、立派な子よ、と言った。私が、この方は誰ですか、と尋ねると、ジブリールは、この方はイブラーヒームです、と答えた。イブン・シハーブは言った。イブン・ハズムが私に伝えたところによると、
イブン・アッバースとアブー・ハッパ・アル・アンサーリーは、預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれが言ったと述べている。その後、私は昇天させられ、天命の果てにあるシドラの木、シドラトゥールムンタハーの領域に達し、そこでペンが書く音を聞いた。イブン・ハズムとアナス・ブン・マーリクは言った。預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれは言った。その時、アッターは私の共同体、神道に対し、1日に50回の礼拝を義務付けられた。私はその命令を受けて引き返し、ムーサーのそばを通った。するとムーサーは私に、アッターはあなたの共同体に何を義務付けられましたかと尋ねた。私は、50回の礼拝を義務付けられましたと答えた。ムーサーは、あなたの共同体には、それは耐えられません。あなたの主に帰って、軽減を願いなさいと言った。私は戻り、アッターはそれを半減してくださった。再びムーサーのそばを通ってそのことを伝えると、彼は、あなたの共同体には、まだ耐えられません。あなたの主に戻りなさいと言った。私は戻り、さらに半減してくださった。彼ムーサーのところに戻ると、彼は、あなたの主に戻りなさい。あなたの共同体には、それは耐えられませんと言った。私は再び主の元に戻ると、アッターは言われた。それは5回であり、同時に50回分の価値がある。私の言葉は変わらない。私はムーサーのところに戻った。すると彼は、あなたの主に戻りなさいと言った。私は、もう主に願い出るのは、恥ずかしいと答えた。その後、ジブリールは私を連れて行き、天命の果てにあるシドラの木に達した。そこは、私には何とも表現できない色彩に覆われていた。それから私は楽園、ジャンナに入れられた。そこには真珠で作られたテントがあり、その土はムスク、ジャコウであった。サハール伝承。男性たちは、少年たちがしていたように首にイザールを巻き、預言者、サラー・アッター・イーライ・ワサラームと共に礼拝していました。そのため、預言者、サラー・アッター・イーライ・ワサラームは、女性たちに、男性が、礼拝、サラーと中にまっすぐに座るまで頭を上げないように命じました。サヒーフ・アルブハーリー362、アブー・サイド・アルフドリーが伝えたところによると、アッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれは、イスティマール・アッサンマー、イシティマル・アズサムマ一重院養父、衣服で体を巻きつけ、その端を上げたり、手を外に出したりできないようにすることと、男性が、その衣服の一部が裏、性器周辺を覆っていない状態で、一枚の衣服に体を巻きつけて座ること、アルイフティバー AL やチボ一重院養父、膝を立てて座り、その膝を両腕で抱える座り方を禁じました。サヒーフ・アルブハーリー367。アブー・フライラが伝えたところによると、預言者ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれは、2種類の売買、すなわちリマース、AL イムスとニバーズ、アンニブドゥを禁じました。リマースとは、買い手が商品に触れただけで、きちんと見たり確認したりせずに取引が成立する売買の一種であり、ニバーズとは、売り手が買い手に商品を投げ、買い手に見たり触れたり確認したりする機会を与えずに取引が成立する売買の一種です。そして、預言者様はまたイスティマール、アッサンマー、イシティマルアズサムマ一重院養父と、一枚の衣服でのイフティバー、AL 一ティップ一重院養父膝を立てて座り、その膝を両腕で抱える座り方を禁じました。サヒーフ・アルブハーリー368、ウクバ・ブン・アーミルから伝わります。預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれに絹のファットゥージュ、ファルジュ、前が割れていない筒袖の服が贈られました。彼はそれを着用して礼拝されました。そして、礼拝を終えると、それを嫌がるかのように激しく脱ぎ捨てて、言われました。これは、アッターを恐れる敬虔な人々、ムッタキーンの着るべきものではない。サヒーフ・アルブハーリー375、アナスから伝わります。預言者様の妻であるアーイシャがきらむ、模様のある薄いウールのカーテンを持っており、彼女はそれで家の一面を覆っていました。すると預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれは言われました。あなたのそのキラムを私たちから取り除きなさい。なぜなら、その絵柄、模様が、私が礼拝をしている間中、絶えず私の目の前に現れるからだ。一言、最高の集中を求める預言者様にとって、美しいカーテンの模様でさえ、気が散る原因だったのですね。礼拝中は、装飾よりも心の平和が優先です。サヒーフ・アルブハーリー374、小大腿部太ももに関して語られること。イブン・アッバース、ジャルハド、そしてムハンマド・ブン・ジャハシュから、預言者ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれについて、
次のように伝えられています。大隊部はアウラ、隠すべき部分である。また、アナスは言いました。預言者様、彼にあったの平安と祝福あれは、ご自身の大隊部をあらわにされました。アナスの伝承はより確実、アスナドですが、両者の意見の相違から脱するために、ジャルハドの伝承を採用する方がより慎重、アフワトである。アブー・ムーサーは言いました。ウスマーンが入室したとき、預言者様、彼にあった平安と祝福あれはご自身の両膝を覆われました。ザイド・ブン・サービトは言いました。アッターの使徒ムハンマド様、彼にあった平安と祝福あれに啓示が下ったとき、彼の太ももが私の太ももの上にありました。その重圧が私にとって非常に重く感じられ、私の太ももが砕けてしまうのではないかと恐れました。アブー・ハーゼムが伝えたところによると、サフル・ブン・サードに、ミンバル、説教団は何でできていたのか、と人々が尋ねました。すると彼は答えました。私よりこれを知る者は、もはや人々の間に残っていない。それはアルガーバ、エールグバという場所のアッスル、魚竜族の木でできていた。それはとある女性の解放されたしもべがあった使徒ムハンマド様、彼にあった平安と祝福あれのために作ったものだ。それが作られて設置されたとき、あった使徒ムハンマド様、彼にあった平安と祝福あれはその上に立たれた。そしてキブラ礼拝の方向に向き、タクビール、アッターフ、アクバルを唱えられ、人々は彼の後ろに立っていた。彼は朗唱し、ルクー、お辞儀をされ、人々も彼の後ろでルクーをした。その後、頭を上げられ、後ろ向きに下がって、地面でスジュー、平服をされた。それから再びミンバルに戻り、朗唱し、ルクーをされ、頭を上げ、その後、後ろ向きに下がり、地面でスジューをされた。これが彼の行いミンバルを使用した礼拝の様子であった。アブー・アブドゥッラー・イマーム・ブハーリーによる注釈小括弧割りコロン。アリー・ブン・アブドゥッラーが言いました。アフマド・ブン・ハンバル・アッターが彼を憐れむようにが私にこのハディースについて尋ねた。彼は言った。私が意図したのは、預言者様が人々より高い位置におられたということだ。イマームが人々より高い位置にいることは、このハディースに基づけば問題ないということだ。アリー・ブン・アブドゥッラーは続けて言いました。私は、アフマドに言った。スフヤーン・ブン・ウヤイナはこれについてよく尋ねられていたが、あなたは彼から聞いたことはないのか。彼は言った。いや、ない。サヒーフ、アルブハーリー377。アブー・フライラは次のように伝えている。ある人がアッターの使徒、アッターの平安あれに、一着の衣服で礼拝を行うことについて尋ねた。アッターの使徒、アッターの平安あれはこう答えた。あなた方はみんな、二着の衣服を持っているのか。サヒーフ、アルブハーリー358。アブー・ジュハイファから伝わります。彼は言いました。私はアッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれを、赤色の革製の天幕クッパーの中で見ました。そして、ビラールが預言者様がウドゥ、症状に使われた残り水を取るのを見ました。私は人々が、そのウドゥに使われた水を我先にと急いで手に入れようとするのを見ました。それを少しでも手に入れた者は自分の体に塗りつけ、手に入れられなかった者は仲間の手の濡れた部分を取っていました。その後、私はビラールが穴さ、短い槍または杖を取り、地面に立てるのを見ました。預言者様、彼にあった平安と祝福あれは、赤い街灯、フッラをまくり上げて出てこられ、アナザをスートラ、目印として人々と共にニラクアの礼拝を導かれました。そして私は、人々と動物たちが、そのアナザの手前ではなく、アナザの先を通っていくのを見ました。サヒーフ、アルブハーリー376。小、シリア製の黒く、非信仰者によって作られたもので礼拝を行うこと。アルハサンは、マージ・ゾロアスター教徒によっておられた衣服を着ても害はないと述べました。マーマルは、アズズフリが尿で染色されたイエメンの衣服を着ているのを見たと述べました。また、アリーは洗っていない新しい衣服で礼拝、サラーを行いました。ムギーラ・ブン・シューバが伝えたところによると、ある時、私が預言者ムハンマド様、彼にあった平安と祝福あれと共に旅をしていました。彼は言いました。ムギーラよ、この水の容器を取りなさい。私はそれを受け取りました。あった使徒ムハンマド様、彼にあった平安と祝福あれは遠くへ離れていき、見えなくなりました。彼は用を足し、その時、シリア製のクロークを着ていました。彼は袖から手を出そうとしましたが、袖がとてもきつかったので、クロークの下から手を出しました。私が水を注ぐと、彼は礼拝のためのウドゥ、症状を行い、ホッフ、分厚い布や革製の靴下の上から、濡れた手で拭い、それから礼拝、サラーを行いました。サヒーフ、アルブハーリー363。小、
体に一枚の布をまとって礼拝すること。ウマル・ビン・アビー・サラマ伝承。預言者、サラー・アッター・イーライ・ワサラームは一枚の布をまとって礼拝し、その端を肩で交差させていた。サヒーフ・アルブハーリー354。ウマル・ビン・アビー・サラマ伝承。私はサラマの家で、預言者、サラー・アッター・イーライ・ワサラームが一枚の布をまとって礼拝し、その端を肩で交差させていたのを見た。サヒーフ・アルブハーリー355。ウマル・ビン・アビー・サラマ伝承。サラマの家で、私はアッターの使徒、サラー・アッター・イーライ・ワサラームが一枚の布をまとって礼拝し、その端を肩で交差させていたのを見た。サヒーフ・アルブハーリー356。アナス・ブン・マーリクから伝わります。かつてアッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれが馬から落ち、足、または肩を負傷されました。彼は一か月間、妻たちのところに行かないことを制約され、ナツメヤシの幹でできた階段がある彼のマシュルバ、屋根裏部屋小部屋に泊まりました。そこで、彼の教友たちが彼を見舞いに訪れました。彼は座ったまま彼らの礼拝を導かれましたが、教友たちは立っていました。礼拝を終えると、彼は言われました。イマーム指導者は、従われるために置かれたのである。だから、彼が、アッターフ・アクバルと言ったら、お前たちも、アッターフ・アクバルと言い、彼がルクー、お辞儀をしたら、お前たちもルクーをし、彼がスジュー、平服をしたら、お前たちもスジューをせよ。もし彼が立って礼拝するなら、お前たちも立って礼拝せよ。そして、預言者様は、聖約から29日目に、屋根裏部屋から降りて来られました。すると人々は尋ねました。アッターの使徒よ、あなたは一か月間妻たちのところに行かないと誓約されましたが、彼は言われました。月は29日間である。サヒーフ・アルブハーリー378。アブドゥル・アジーズ・ブン・スハイブが、アナスから伝えたところによると、アナスは言いました。アッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれがハイバル、砦を攻められたとき、私たちはその近くで白明狩りのうちにガダー、ファジュルの礼拝をしました。そして、アッターの預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれが乗馬され、アブータルハも乗馬し、私はアブータルハの後ろに同乗していました。アッターの預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれはハイバルの通りを早く進まれ、私の膝がアッターの預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれの太ももに触れていました。その後、彼はゲイ、イザールを太ももからめくり上げ、私はアッターの預言者様の太ももの白さを見ました。彼が村に入った時、彼は言われました。アッターフ、アクバル・アッターは最も偉大なり、ハイバルは滅びた。我々が敵対する民の広場に降り立った時、警告された者たちの朝は悲惨なものとなる。彼はこの言葉を3回繰り返されました。アナスは言いました。人々はそれぞれの仕事のために外に出てきました。そして彼らの中にはムハンマドだという者がいました。アブドゥル・アジーズは言いました。そして私たちの仲間の一部は、そして軍隊がと言った。私たちは力ずくでハイバルを征服し、捕虜を集めました。リヒアが来て言いました。アッターの預言者様、捕虜の中から一人の女性奴隷を私に与えてください。彼は言われました。行きなさい。そして一人の女性奴隷を取りなさい。そこでリヒアはフヤイの娘サフィーヤを取りました。一人の男性が預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれのもとに来て言いました。アッターの使徒様、あなたはクライザ族とナディール族の女主人であるフヤイの娘サフィーヤをリヒアに与えられましたが、彼女はあなたにしかふさわしくありません。彼は言われました。彼女と共に彼を呼びなさい。そこでディヒアは彼女を連れてきました。預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれが彼女をご覧になると、ディヒアに言われました。彼女以外の捕虜の中から別の女性奴隷を取りなさい。アナスは付け加えました。その後、預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれは彼女を解放し、彼女と結婚されました。サービトがアナスに尋ねました。アブーハムザよ、預言者様は彼女に何のマフル、結納金を払われましたか？アナスは言いました。彼女自身が彼女のマフルでした。彼は彼女を解放し、その後彼女と結婚されたのです。アナスは付け加えました。道中、スライムが彼女に婚礼の支度をし、夜になると花嫁として預言者様のもとに送りました。預言者様は朝になると花婿となられ、言われました。何か食べ物を持っている者は、それを持ってきなさい。彼は革の敷物ニターを広げました。すると、ある者はナツメヤシを持ってき、ある者は調理用バターを持ってきました。アナスは、サウィーク穀物の糞についても言及したと思います。そこで、彼らはハイース、ナツメヤシ、バター、粉を混ぜた一種の食べ物を練り上げました。それがアッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれのワリーマ、
結婚披露宴の食事でした。サヒーフ・アルブハーリー371、ウマル・ブン・ウバイリッダーの解放奴隷であるアブー、アンナドルから伝えられました。ウンム・ハーニー・ビントゥ・アビー・ターリブの解放奴隷であるアブー・ムッタが、彼にこう伝えたと語りました。彼は、ウンム・ハーニー・ビントゥ・アビー・ターリブがこう言っているのを聞いたとのことです。私はメッカ征服の都市にアッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれのもとへ行きました。すると、彼は沐浴をしており、その娘のファーティマが彼を覆い隠していました。私が彼に挨拶をすると、彼は言いました。これは誰だ？私は答えました。私はアブー・ターリブの娘、ウンム・ハーニーです。彼は言いました。ようこそ、ウンム・ハーニー。彼が沐浴を終えると、立ち上がり、一枚の衣服を身にまとい、ハチラカートの礼拝をしました。彼が礼拝を終えた後、私は言いました。アッターの使徒よ、私の母方の兄弟、アリーが、私が保護を与えたもの、すなわちフーバイラの子棒を殺そうとしていると言っています。するとアッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれは言いました。ウンム・ハーニーよ、あなたが保護を与えたものを、我々も保護を与えよう。ウンム・ハーニーは付け加えました。そして、それは午前中、ドゥハーのことでした。サヒーフ・アルブハーリー357。アブー・サラマ・ブン・アブドゥッラフマーンを通じて、預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれの妻であるアーイシャから伝わります。彼女は言いました。私はアッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれの目の前で寝ており、私の両足は彼のキブラ、礼拝の方向の中にありました。彼がスジュー、平服をされるとき、彼は私を軽くつついて、ガンマザに私は両足を引っ込めました。そして、彼が立ち上がると、体を起こすと、私は両足を伸ばしました。彼女は、続けて言いました。当時、家々にはランプ、灯りがありませんでした。サヒーフ、アルブハーリー382。アーイシャはこう伝えた。アッターの使徒は、私が彼と彼のキブラの間にある彼の家族のベッドで死体のように横たわっている間に祈りを捧げた。サヒーフ、アルブハーリー383ウルワは、次のように伝えている。預言者、サラ・アッター・イーライ・ワサラームは、アーイシャが彼とキブラの間に寝ていたベッドの上で礼拝を行った。サヒーフ、アルブハーリー384。アナス・ビン・マリク伝承。私たちは、預言者と共に礼拝を行っていました。サラ・アッター・イーライ・ワサラーム。そして、灼熱の暑さのため、私たちの中には平服す場所に衣服の端を置く者もいました。サヒーフ、アルブハーリー385。アーイシャは、次のように伝えている。アッターの使徒サラ・アッター・イーライ・ワサラームはファジュルの礼拝を捧げていたが、信仰深い女性たちもベールをかぶって彼と共にファジュルの礼拝に参加し、その後、誰にも気づかれずに家路に着いた。サヒーフ、アルブハーリー372。イブラーヒーム・ブン・アブドゥッラー・ブン・アブー・タルハを通じて、アナス・ブン・マーリクから伝わります。彼の祖母マリーカが、アッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれを彼女が作った食事に招待しました。預言者様はそれを召し上がった後、言われました。立ちなさい。あなたたちのために私が礼拝をしよう。アナスは言いました。私は私たちの敷物のところへ行きました。それは長年使い古されて黒ずんでいたので、水をまいて湿らせました。そしてアッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれが断たれ、私、アナスと一人の孤児、ヤティームが彼の後ろに隊列を作り、老婦人、マリーカが私たちの後ろに隊列を作りました。アッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれは、ニラクアの礼拝を私たちにしてくださり、その後、立ち去られました。サヒーフ、アルブハーリー380。アーイシャは、次のように伝えている。信者たちの母よ。アッターが命じられた礼拝は、滞在中も旅中でも、あらゆる礼拝においてニラクアとのみとされた。旅路における礼拝は変わらなかったが、旅路にいない人々の礼拝は、ラクアトを増加させた。サヒーフ、アルブハーリー350。ジャービル・ブン・アブドゥッラーが伝えたところによると、アッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれは、メッカの人々がカーバ神殿を建設する際と共に石を運んでいました。その時、彼はゲー・イザールを身につけていました。そこで、彼の叔父であるアル・アッバースが彼に言いました。おいよ、下絹をほどいて、石の下に、あてがうために型にかけてみてはどうだ。ジャービルは言いました。そこで彼は芸をほどき、両肩にかけました。すると、彼は意識を失って倒れてしまいました。そして、それ以降、アッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれが裸で見られることはありませんでした。サヒーフ、アルブハーリー364。アブー・フライラ伝承。預言者、
アッターの平安あれはこう仰せられた。肩を覆わない一枚の衣服を着て礼拝、サラートを捧げてはならない。サヒーフ・アルブハーリー359。アブー・フライラ伝承。アッターの死とアッターの平安あれはこう仰せられた。一枚の衣服を着て礼拝、サラートを捧げる者は、その端を肩越しに交差させなければならない。サヒーフ・アルブハーリー360。アブー・フライラが伝えたところによると、彼はこう言いました。預言者様が最後の巡礼を行う前年の巡礼で、その巡礼においてアブー・バクルが巡礼指導者であったとき、ナフル犠牲祭の日に、アブー・バクルは私を、ミナーで公に布告する布告者たちの一人として派遣しました。その布告とは、来年以降、多神教徒がハッジ、巡礼を行うことを許さない。また、裸の者が、カーバー神殿の周りをタワーフ、周回、することを許さないというものでした。フマイド・ブン・アブドゥッラフマーンが言いました。その後、アッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれはアリーを、ラクダに同乗させ、彼にスーラ・バラー・タウバ章を読み上げるように命じました。アブー・フライラは言いました。そこで、アリーはナフルの日に、私たちと共にミナーの人々に対して布告しました。来年以降、多神教徒がハッジ、巡礼を行うことを許さない。また、裸の者が、カーバー神殿の周りをタワーフ、周回、することを許さないと。サヒーフ・アルブハーリー369。アブー・ハーゼムがサフルから伝えたところによると、彼はこう言いました。彼ら、教友たちは、ゲギヌ・イザールを肩の上に結びつけて、預言者ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれと共に礼拝を行っていた。ムハンマド・イブン・アルムンカディルが伝えたところによると、彼はこう言いました。ジャービル、ブン・アブドゥッラーが、首の後ろで結んだ一枚の芸、イザールを身につけて礼拝しているのを見た。彼の、他の服は物陰に置かれていた。ある者が彼に言った。あなたは一枚の芸で礼拝するのですか？すると彼は言った。私がそうしたのは、あなたのような愚か者がそれを見て、一枚の衣服での礼拝が許されていることを知るためだ。預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれの時代に、私たちの中に二枚の衣服を持っていた者がどれほどいただろうか、つまり、ほとんどいなかった。サヒーフ・アルブハーリー352。ムハンマド・イブン・アルムンカディルが伝えたところによると、彼はこう言いました。私はジャービル・ブン・アブドゥッラーが一枚の衣服で礼拝しているのを見た。そして彼は、私は預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれが、一枚の衣服で礼拝されているのを見たと言った。サヒーフ・アルブハーリー353。アブー・マスラマが伝えます。サイード・ブン・ヤズイド・アル・アズリー。私はアナス・ブン・マーリクに、預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれが靴を履いたまま礼拝されたことがあるか尋ねました。彼は答えました。はい、あります。サヒーフ・アルブハーリー386。イブラーヒームが伝えます。ハンマーム・ブン・アル・ハーリスが言いました。私はジャリール・ブン・アブドゥッラーが排尿するのを見ました。それから彼はウドゥ、清めを行い、フシフ、キャフズ、厚手の布または革製の靴下の上に、濡れた手を拭い、立ち上がって礼拝をしました。彼はそれについて尋ねられ、私は預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれが同じことをされるのを見たと答えました。人々は、ジャリールが非常に恐れてイスラームに入信した人物であったため、この伝承を正しいと任命ました。清めをしてからフッフを履いたと確認できたため、フッフの上を拭うことが許容された。サヒーフ・アルブハーリー387。アルムギーラ・ブン・シューバが伝えます。私は預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれのウドゥ、清めをお手伝いしました。すると彼はフッフ、靴下の上に濡れた手を拭い、フッフを履いたまま礼拝をされました。サヒーフ・アルブハーリー388。サイード・ブン・アル・ハーリスが伝えたところによると、彼はこう言いました。私たちはジャービル・ブン・アブドゥッラーに、一枚の衣服での礼拝について尋ねました。すると彼は言いました。私は預言者ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれと共に、ある旅に出ました。ある夜、私は用事があって彼のもとへ行くと、彼が礼拝をしているのを見つけました。その時、私は一枚の衣服を着ており、それ、両端を肩にかけて身を包み、彼の隣で礼拝をしました。彼が礼拝を終えた時、彼は言いました。ジャービルよ、何があなたを夜中に、私のもとへ来たのか。そこで私は要件を彼に伝えました。私が要件を終えると、彼は言いました。ジャービルよ、私が見た、あなたが肩にかけて身を包んでいたこの衣服は何だ。私は答えました。それは、窮屈な衣服でした。彼は言いました。もしその衣服が十分な大きさであれば、
それ、両端を交差させて、全身を覆いなさい。肩も覆いなさい。もしそれが窮屈、または短すぎるであれば、それをイザールとして使いなさい。腰に巻きつけなさい。サヒーフ・アルブハーリー361。アムル・ビン・ディナール伝承。私はイブン・ウマルに尋ねた。ウムラのためにカーバ神殿の周囲を巡礼したが、サファーとマルワのサーイー・タワーフを行っていない者が、妻と成功を持つことができるだろうか。イブン・ウマルは答えた。預言者、サラー・アッター・イーライ・ワサラームがメッカに到着したとき、彼はカーバ神殿の周囲を巡礼し、7周し、アブラハムの停留所の後ろで、その場所でニラクアの礼拝を捧げ、それからサファーとマルワのタワーフ、サーイーを行った。本当にアッターの使徒、サラー・アッター・イーライ・ワサラームこそが、あなた方にとって良い模範である。そこで我々はジャービル・ビン・アブドゥッラーに同じ質問をしたところ、彼もまたこう答えた。サファーとマルワのタワーフを終えるまでは、妻に近づいて、成功してはならない。サヒーフ・アルブハーリー395、396。アブドゥッラー・ブン・ウマル、アッターが彼ら親子を喜ばれますようにの伝承によると、人々がクバー、モスクで暁の礼拝ファジュルを行っていた時のことです。そこへ一人の男がやってきて言いました。昨夜、アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれにクルアーンが下され、カーバの方角、キブラを向いて礼拝するよう命じられました。ですから、あなた方もそちらを向きなさい。当時、彼らは、エルサレムのある、シャームの方角を向いていましたが、彼らは礼拝を続けたまま、カーバの方角へと向きを変えました。サヒーフ・アルブハーリー第403番。バラー・ブン・アーズィブ、アッターが彼ら親子を喜ばれますようには、次のように伝えています。アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれは、16ヶ月あるいは17ヶ月の間、バイト・アルマクディス、エルサレムの方角に向かって礼拝されていました。しかし、アッターの使徒はカーバ、メッカの方角に向くことを心から望んでおられました。そこでアッターは、次の句を掲示されました。我はあなたが顔を空に向ける、掲示を待つのを幾度も見ていた。第2章144節。これにより、預言者様はカーバの方角を向いて礼拝されるようになりました。これに対し、人々の中の愚か者たち、すなわちユダヤ人たち、箱を言いました。彼らを、これまで向いていたキブラ、エルサレムから背けさせたのは一体何なのか。アッターはこれに対し、次のように掲示されました。いえ、東も西もアッターのものである。彼はお望みのものを正しい道へと導かれる。第2章142節。ある男が預言者様と共に、カーバを向いて礼拝を済ませた後、外へ出ました。すると彼は、アンサール・メディナの信徒の人々が、まだエルサレムの方角を向いてあする、午後の礼拝を行っている場面に通りかかりました。そこで彼は言いました。私は、自分がアッターの使徒と共に、カーバの方角に向かって礼拝したことを証言します。それを聞いた人々は、礼拝の最中であったにもかかわらず、その場で一斉に向きを変え、カーバの方角を向きました。サヒーフ・アルブハーリー399番。アナス・ブン・マーリク・アッターが彼を喜ばれますようには次のように伝えています。ウマル・ブン・アルハッターブは次のように言いました。私は3つの事柄において、私の主、アッターと意見が一致した。あるいは、私の提案にオモが同意して啓示をくださった。マカーム・イブラヒームの立脚地小括弧割りコロン私が、アッターの使徒よ、私たちはマカーム・イブラヒームを礼拝の場所として定めてはどうでしょうか、と申し上げたところ、次の啓示が下った。イブラヒームの立脚地を、礼拝の場所としなさい。クルアーン第2章125節。ヒジャーブ・女性の長の啓示、私が、アッターの使徒よ、あなたの奥様方に、他人の目から身を隠すよう、蝶を下ろすよう命じてはいかがでしょうか。善人も悪人も彼女たちに話しかけるからです。と申し上げたところ、ヒジャーブの方、啓示が下った。預言者の妻たちへの忠告、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれの妻たちが、嫉妬から預言者様に対して団結したことがあった。その時、私は彼女たちに言った。もし彼、預言者があなた方を離縁したなら、主はあなた方よりも優れた妻たちを彼に授けられるだろう。すると、全く同じ内容の説が掲示された。もし彼があなた方を離縁すれば、主はあなた方に変えて、あなた方よりも優れた妻たちを彼に授けられるであろう。クルアーン第66章5節。サヒーフ・アルブハーリー402。イブン・アッバースは、次のように伝えている。預言者、サラー・アッター・イーライ・ワサラームがカーバに入ると、そのあらゆる側面でアッターに祈りを捧げ、カーバから出るまで祈りを捧げなかった。そしてカーバに向かってニラクアとの祈りを捧げ、これがキブラです、と言った。サヒーフ・アルブハーリー398。
アンサール・メディナの協力者の一人で、バドルの戦いに参戦した共有イトバーン・ブン・マーリクの伝承です。彼はアッターの使と、彼にアッターの平安と祝福あれのもとに行き、こう言いました。アッターの使とよ、私は視力が衰えてしまいました。私は自分の部族の人々のイマーム、礼拝の先導者を務めていますが、雨が降ると私と彼らの間にある谷が川となり、彼らのモスクへ行って礼拝を先導することができなくなります。アッターの使とよ、ぜひ我が家に来て礼拝を捧げてください。そこを私の礼拝の場所、ムサッターにしたいのです。すると、アッターの使とは言われました。インシャーアッターが望まれるなら、そうしましょう。イトバーンは言います。翌朝、日が昇った頃、アッターの使ととアブーバクルがやって来られました。使とが入室の許可を求められたので、私は許可しました。彼は家に入ると座る間もなく、家のどこで礼拝をしてほしいですかと尋ねられました。私が家の一角を指し示すと、アッターの使とはそこに立ち、アッターフ・アクバルと唱えて礼拝を始められました。私たちも彼の後ろに並び、列を作り、彼は2ラクアの礼拝を捧げてから、サラームで終えられました。その後、私たちは彼のために作ったハジーラ肉と麦の料理を召し上がっていただくため、彼を引き止めました。すると、近所の人々が次々と家に集まってきました。その中の一人が、マーリク・ブン・ドゥフシュン、またはイブン・ドゥフシュンはどこだ、と尋ねると、別の者が、彼はムナーフィク、疑心者だ。アッターとその使とを愛していないと言いました。それを聞いたアッターの使とは言われました。そのようなことを言ってはならない。彼がアッターのお顔、お喜びを求めて、ラー・イラーハ・イッラッター、アッターの他に神なしと言ったのを知らないのか。その男は、アッターとその使とこそが最もよくご存知です。しかし私たちは、彼の顔つきや親しさが疑心者たちの方に向いているのを見ています、と答えました。アッターの使とは重ねて言われました。アッターは、アッターの王家を、お喜びを求めて、ラー・イラーハ・イッラッターというものに対して、地獄の火を禁じられたのである。イブン・シハーブは、このハディースをバヌー、サリム族の有力者フサイン・ブン・ムハンマド、アル・アンサーリーに確認したところ、彼はそれを事実であると認めました。サヒーフ・アルブハーリー第425番。アブー・フレイラとアブー・サイード、アッターが彼らを喜ばれますようにの両名が伝えたところによると、アッターの使と、彼にアッターの平安と祝福あれは、モスクの壁にタンがついているのを見つけ、小石を手に取ってそれを削り落とされました。そして、次のように言われました。あなた方の一人が痰を吐くときは、自分の正面や右側に吐いてはならない。吐くのであれば、自分の左側か、あるいは左足の下に吐くようにしなさい。サヒーフ、アルブハーリー第 408.409 番。アナス・ブン・マーリク・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承によると、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは次のように言われました。モスクの中で唾を吐くことは罪であり、その償いは、それを土の中に埋めることである。サヒーフ、アルブハーリー第415番。アブー・フレイラー・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承によると、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは次のように言われました。あなた方の一人が礼拝に立ったなら、自分の前方に唾を吐いてはならない。なぜなら、礼拝の場所にいる間、そのものはアッターと親密に語り合っている、ムナージャートからである。また、右側にも吐いてはならない。右側には天使がいるからである。吐くのであれば、自分の左側か、あるいは足の下の土の中に吐いて、それを埋めるようにしなさい。サヒーフ、アルブハーリー第416番。マイムーン・ビン・シヤーは、アナス・ビン・マリクに、アブ・ハムザよ。人の生命と財産を神聖なものとしているのは何なのか、と尋ねたと伝えている。彼はこう答えた。アッター以外に崇拝されるべきものはいない、と言い、礼拝の際に我々のキブラを向き、我々と同じように祈り、我々が屠殺した動物を食べる者は、ムスリムであり、他のムスリムと同時権利と義務を有する。サヒーフ、アルブハーリー393。アナス・ビン・マリク伝承。アッターの使とサラー・アッター・イーライ・ワサラームはこう仰せられました。私たちと同じように祈りを捧げ、私たちのキブラに向かい、私たちの屠殺された動物を食べる者は、ムスリムであり、アッターとその使との保護下にある。だから、アッターの保護下にある者を裏切ることで、アッターを裏切ってはならない。サヒーフ、アルブハーリー391。アーイシャとアブドゥッラー・ブン・アッバース。アッターが彼らを喜ばれますようにの伝承です。アッターの使と、彼にアッターの平安と祝福あれに死が迫った際、臨終の苦しみの中、彼は自分の縞模様の布を顔にかけられましたが、息苦しくなるとそれを顔から外されました。その苦しい状態の中で、彼はこう仰いました。ユダヤ教徒とキリスト教徒にアッターの呪いあれ。彼らは自分たちの預言者たちの墓を礼拝所、モスクにしたのである。これは、彼ら、前の民がしたことを警告するためでした。
サヒーフ・アルブハーリー第 435.436 番。アブドゥッター・ブン・ウマル、アッターが彼らを喜ばれますようにの伝承によると、アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれは、十分に訓練、調教された馬による競技を、アルハフヤーからサニア・アルワダーまでの区間で行われました。また、訓練、調教されていない馬による競技を、サニア、アルワダーからバヌー・ズライクのモスクまでの区間で行われました。アブドゥッター・ブン・ウマルも、この競技に参加した一人でした。サヒーフ・アルブハーリー第420番。フダイファは、ある人物が礼拝を終えると、礼拝を捧げていなかったと告げた。伝承者はこう付け加えた。フダイファはまたこうも言ったと思う。もしあなたが死ぬとしたら、ムハンマドの道とは異なる、すんな合法的な道で死ぬことになるだろう。サラ、アッター、イーライ、ワサラーム。サヒーフ、アルブハーリー389。アイシャ・アッターが彼女を喜ばれますようにの伝承によると、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、身を清めるとき、ウドゥ、髪を整えるとき、履物を履くときなど、あらゆることにおいて、できる限り右側から始めることを好まれました。サヒーフ・アルブハーリー第426番。アナス・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承によると、私はモスクにおられた預言者、彼にアッターの平安と祝福あれを見つけました。彼は数人の人々、教友たちと一緒にいらっしゃいました。私がそこに立つと、預言者は私に言われました。アブータルハがあなたをよこしたのですか？私は、はいと答えました。預言者は、食事の招待のためですか？と言われ、私は、はいと答えました。すると預言者は周りにいた人々に、皆さんも、立ちなさい、と言われました。そして彼ら、預言者と一行は出発し、私は彼らの先頭に立って、家まで案内しました。サヒーフ・アルブハーリー第422番。アブドゥッター・ビン・マリクは、次のように伝えている。イブン・ブハイナはこう述べている。預言者、サラ・アッター・イーライ・ワサラームが祈りを捧げる際、彼は両腕を体から大きく離し、脇の下の白さが見えるほどであった。サヒーフ・アルブハーリー390。アナス・ビン・マリク伝承。アッターの使徒サラ・アッター・イーライ・ワサラームはこう言いました。私は、人々がアッター以外に崇拝されるべきものはない、というまで戦うよう命じられた。もし彼らがそう言うなら、我々の祈りのように祈り、我々のキブラを向き、我々が屠殺するように屠殺せよ。そうすれば、彼らの地と財産は我々にとって神聖なものとなり、我々は合法的な場合を除き彼らに干渉しない。彼らの生産はアッターに委ねられる。サヒーフ・アルブハーリー392。ナーフューの伝承によると、私はイブン・ウマルが自分のラクダに向かって、ラクダをストラとして礼拝しているのを見ました。彼はこう言いました。私は預言者、彼にアッターの平安と祝福あれがそうされているのを見たのです。サヒーフ・アルブハーリー第430番。アナス・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承です。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれがマディーナに到着された際、まずマディーナの上部にある、バヌー・アムル・ブン・アウフという部族の地区に滞在されました。預言者はそこに14日間滞在された後、バヌー・ナッチャール族に使わしを送り、彼らを呼び寄せられました。彼らは剣を肩にかけてやってきました。私、アナスは、預言者がラクダに乗り、アブー・バクルを後ろに乗せ、周囲をバヌー・ナッチャール族の人々が囲んでいる光景を、今でも目の当たりにしているかのようです。こうして、預言者はアブー・アイユーブの家の庭に到着されました。預言者は、礼拝の時間になればどこででも礼拝することを好まれ、羊の囲いの中でも礼拝されていました。その後、預言者はモスクを建てるよう命じられました。彼はバヌー・ナッチャール族の有力者たちを呼び寄せ、こう言われました。バヌー・ナッチャールの人々よ、お前たちのこの土地の代価を決めなさい。私に売りなさい。彼らは答えました。いいえ、アッターにかけて、私たちはアッターからの報い以外に代価を求めません。無償で提供します。アナスは言います。その場所には、多神教徒の墓があり、廃墟、荒れ地があり、ナツメヤシの木がありました。預言者の命により、多神教徒の墓は掘り起こされ、廃墟は整地され、ナツメヤシの木は切り倒されました。そして、切り倒したナツメヤシの幹をモスクのキブラ、礼拝の方角側に並べ、門の両脇の柱には石を用いました。人々は、建設のために岩を運びながら、ラジャズを口ずさんでいました。預言者も彼らと共に岩を運びながら、こう言われました。アッターよ、来世の善こそが真の善。どうかアンサール、協力者とムハージル、移住者をお許しください。サヒーフ・アルブハーリー第402お箱。アブー・アイユーブ・アル・アンサリーは、次のように伝えている。預言者、サラ・アッター・イーライ・ワサラームはこう言った。
排便の際は、キブラに顔を向けたり背を向けたりせず、東か西を向きなさい。アブー・アイユーブはさらにこう付け加えた。シャムに着いた時、キブラに面した便所がいくつかあったので、私たちはそれらを使用しながら向きを変え、アッターの許しを請いました。サヒーフ・アルブハーリー394。イブン・ウマル・アッターが彼ら両者を喜ばれますようにが、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれから伝えた言葉です。あなた方の礼拝の一部を、自分の家で行いなさい。家を墓のような場所にしてはならない。サヒーフ・アルブハーリー第432番。アイシャ・アッターが彼女を喜ばれますようにの伝承によると、ハビーバとサラマが、エチオピア、ハバシャで見た、ゾーヤへ、肖像画が飾られた教会のことについて話しました。彼女たちがそのことを預言者、彼にアッターの平安と祝福あれに伝えると、彼はこう言われました。彼らは、自分たちの中に義人徳の高い人がいて、その人が亡くなると、その墓の上に礼拝所、マスジドを建て、そこにそれらの像を飾る人々である。彼らは、復活の日にアッターのお前で、最も邪悪な生き物とされるであろう。サヒーフ・アルブハーリー第427番。アブー・フレーラー・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承によると、アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれは次のように言われました。あなた方は、私のキブラ礼拝の方角がこちら側、前方だけにあると思っているのか。アッターにかけて誓うが、あなた方の不習、謙虚な集中もルクー礼拝の会釈も、私に隠されることはない。私は自分の背後からあなた方の姿を見ているのである。サヒーフ・アルブハーリー第400を箱。アナス・ブン・マーリク・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承によると、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは私たちを率いて礼拝を捧げた後、ミンバル、説教壇に上がられました。そして、礼拝とルクー、会釈について次のように言われました。私は、自分の背後にあるあなた方の姿を、まるで、正面で見ているかのように見ているのである。サヒーフ、アルブハーリー第419番。アブドゥッター・ブン・ウマル、アッターが彼ら両者を喜ばれますようにの伝承によると、アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれはこう言われました。かつて神の懲罰をかぶり、罰せられた者たちの場所に入る際は、泣きながら、彼らの運命を深く顧みながら、入るようにしなさい。もし泣くことができないのであれば、そこへ入ってはならない。彼らを襲った最悪が、あなた方をも襲うことがないようにするためである。サヒーフ・アルブハーリー第433番。アナス・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承によると、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれのもとに、バーレーンから奉納された財産が届きました。彼は、それをモスクに撒いておきなさいと言われました。それは、それまでアッターの使徒のもとに届けられた中で最も多額の財産でした。アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれは礼拝のために家を出られましたが、その財産には目もくれませんでした。礼拝を終えると、彼はその財産のそばに座り、見かける人すべてにそれを分け与え始めました。そこへ、叔父のアルアッバースがやってきて言いました。アッターの使徒よ、私にもください。私は、バドルの戦いの際、自分自身の身代金と、アキールの身代金を支払ったのですから、アッターの使徒は、お取りなさい、と言われました。アルアッバースは自分の衣の中に、財産をかき集めましたが、持ち上げようとしても重すぎてできませんでした。彼は、アッターの使徒よ、誰かにこれを担ぎ上げるよう命じてください、と言いました。しかし、彼は、いいえと言われました。アルアッバースが、では、あなたが私の上に担ぎ上げてください、と言うと、彼は、いいえと言われました。そこで彼は財産を少し減らしてから持ち上げようとしましたが、まだできませんでした。彼は再び、誰かにこれを担ぎ上げるよう命じてください、と言いましたが、彼は、いいえと言われました。では、あなたが担ぎ上げてくださいと言っても、彼は、いいえと言われました。彼はさらに財産を減らし、ようやく肩に担いで立ち去りました。アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれは、彼のその財産に対する執着ぶりに驚きながら、その姿が見えなくなるまで視線で追っていました。アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれがその場を立ち上がった時には、そこにはもうディルハム、銀貨1枚すら残っていませんでした。サヒーフ、アルブハーリー第421番。アブー・フレーラー・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承によると、アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれこう言われました。アッターがユダヤ教徒を滅ぼされますように、あるいは、アッターの罰が彼らにおりますように。彼らは自分たちの預言者たちの墓を、礼拝所、モスクにしたのである。サヒーフ・アルブハーリー第437番。
アブドゥッター・ブン・マスード・アッターが彼を喜ばれますようには、次のように伝えています。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが礼拝を行われました。副伝承者のイブラヒームは、預言者様がいつもより多く言ったのか、あるいは少なかったのかは定かではない、と言っています。礼拝を終えてタスリーム、平安の挨拶をされたとき、人々は尋ねました。アッターの使徒よ、礼拝の規定に何か変更があったのでしょうか。預言者様は、それはどういうことか、と聞き返されました。人々は、あなたは、これこれ、いつもと違う、回数の礼拝をなさいました、と言いました。すると預言者様は両足を折り曲げて座り直し、キブラカーバ神殿の方角に向き直って、2度のサジュダ、忘却のサジュダを行い、再びタスリームをして礼拝を終えられました。その後、私たちの方に顔を向け、次のように言われました。もし礼拝の規定に何らかの変更があれば、必ずや事前にあなた方に知らせたであろう。しかし、私はあなた方と同じ一人の人間であり、あなた方と同じように忘れることがあるのだ。だから、もし私が忘れてしまったら、私に注意を促して、思い出させてほしい。また、あなた方の誰かが自分の礼拝の回数などに疑問を抱いたなら、最も正しいと思われる方を選んで、判断して礼拝を完成させ、タスリームをし、その後に2度のサジュダ、忘却のサジュダを行いなさい。サヒーフ・アルブハーリー第401番。アナス、ブン・マーリク・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承によると、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、キブラ、礼拝の方角の壁にタンがついているのを見つけられました。それは預言者様にとって非常に不快なことであり、その不快感はお顔に現れるほどでした。預言者様は立ち上がり、お自らの手でそれを削り落とされました。そして、次のように言われました。あなた方の一人が礼拝に立つとき、そのものは自分の主と親密に語り合っているのである。あるいは、そのものの主はそのものとキブラの間に増しますのである。故に、何人もキブラの方角に向かって唾を吐いてはならない。もし吐くのであれば、自分の左側か、あるいは左足の下に吐くようにしなさい。その後、預言者様はご自分の街灯の端を取り、その中に唾を吐き、布を重ね合わせながら言われました。あるいは、このようにしなさい。サヒーフ・アルブハーリー第405番。アブドゥッター・ブン・ウマル、アッターが彼ら親子を喜ばれますようにの伝承によると、アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれは、キブラ礼拝の方角の壁に唾がついているのを見つけ、それを削り落とされました。その後、人々の方を向いて次のように言われました。あなた方の一人が礼拝をしているときは、自分の前方に唾を吐いてはならない。なぜなら、礼拝中、アッターはそのものの正面においでになるからである。サヒーフ・アルブハーリー第406番。信徒の母愛者、アッターが彼女を喜ばれますようにの伝承によると、アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれは、キブラ、礼拝の方角の壁に鼻水、あるいは唾あるいはタンがついているのを見つけ、それを自ら削り落とされました。サヒーフ・アルブハーリー第407番。ムジャーヒドは、次のように伝えている。ある者がイブン・ウマルのもとに来て、アッターの使徒、サラ・アッター・イーライ・ワサラームがカーバに入られました、と言った。イブン・ウマルは言った。私はそこへ行きましたが、預言者、サラ・アッター・イーライ・ワサラームはカーバから出てきていて、ビラルが2つの扉の間に立っているのを見つけました。私はビラルに尋ねました。預言者、サラ・アッター・イーライ・ワサラームはカーバで祈りを捧げましたか？ビラルは答えました。はい、彼はカーバに入ると左側にある2つの柱の間で2ラクアットの祈りを捧げました。するとアッターの使徒、サラ・アッター・イーライ・ワサラームが出てきて、カーバに向かって2ラクアットの祈りを捧げました。サヒーフ・アルブハーリー397。ジャービル、アッターが彼を喜ばれますようには次のように伝えています。アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれは、自発的な礼拝、ナフルーの際には、乗り物の上で、それがどの方向を向いていてもそのまま礼拝をされていました。しかし、義務の礼拝、ファリードを行おうとされるときは、乗り物から降り、キブラ・メッカの方角に向き直って礼拝されました。サヒーフ・アルブハーリー第400番。ナーフィューの伝承によると、アブドゥッター、ブン・ウマルが彼にこう伝えました。彼、アブドゥッターは若い独身の頃、家族がいなかったので、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれのモスクで眠っていたものでした。サヒーフ・アルブハーリー第440番。イクリマの伝承です。彼は次のように述べました。イブン・アッバースが、私とその息子のクリーに対し、アブー・サイードのもとへ行き、彼の話を聞いてきなさい、と言いました。私たちが彼を訪ねると、彼は自分の園で手入れをしていました。彼は上着、リダーウを取って体に巻き、座って話し始めました。そして話題がモスクの建設に及ぶと、
彼はこう語りました。私たちは、モスクの建設中、泥レンガを一つずつ運んでいましたが、アンマール、ブン・ヤーシルは二つずつ運んでいました。預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれは彼をご覧になり、彼の体についた土を払いながらこう仰いました。ああ、アンマールよ、悲しいかな。彼は反逆の一団によって殺されるだろう。彼は彼らを楽園へと招くが、彼らは彼を監獄へと招くのだ。するとアンマールは言いました。私は、試練フィトナーからアッラーに加護を求めます。サヒーフ・アルブハーリー第447番。クタイバ・ブン・サイードの伝承です。スフヤーンが次のように述べました。私はアムルにこう尋ねました。あなたは、ジャービル・ブン・アブドゥッラーが次のように語るのを聞きましたか。ある男が、矢を持ってモスクの中を通り過ぎました。すると、アッラーの使徒ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれは彼に対し、誰かを傷つけないよう、その矢尻をしっかりと抑えなさいと言われました。サヒーフ・アルブハーリー第451番。アブー・ブルダー・ブン・アブドゥッラーの伝承です。彼は父、アブー・ムーサー・アル・アシュアリーから、預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれが次のように煽ったのを聞きました。私たちのモスクや市場を、ナブルを携えて通り過ぎる者は、その矢尻をしっかりと手で覆いなさい。不注意によって、ムスリムをその手に持った矢で傷つけることがないようにしなさい。サヒーフ・アルブハーリー第452番。サラマ・アッラーが彼女を喜ばれますようにの伝承です。彼女は次のように言いました。私はアッラーの使徒、彼にアッラーの平安と祝福あれに、体調が優れない、病気であることを訴えました。すると彼は、人々の後ろから、乗り物に乗った状態でタワーフ、カーバ神殿の巡回をしなさいと仰いました。そこで私がタワーフをしていると、アッラーの使徒、彼にアッラーの平安と祝福あれはカーバ神殿の傍らで礼拝を捧げておられ、山、アッツール章と、記された書においての説を朗読されていました。サヒーフ・アルブハーリー第464番。アブー・フレイラー・アッラーが彼を喜ばれますようにの伝承です。ある黒人の男性、または女性がモスクの掃除をしていました。その後、その人が亡くなったのですが、預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれはその人の姿が見えないことを不審に思い、尋ねられました。人々が、亡くなりましたと答えると、預言者は仰いました。なぜ、私に、そのことを知らせてくれなかったのか。その人の墓を教えてください。預言者はそのお墓に行き、その人のために、早々の礼拝を捧げられました。サヒーフ・アルブハーリー第405箱。カーブ・ブン・マーリクの息子アブドゥッラーが、父カーブから伝えた伝承です。カーブはモスクにおいて、イブン・アブー・ハドラドに対し、彼に貸していた金の返済を求めました。二人の声は次第に大きくなり、毛に折られたアッラーの死と、彼にアッラーの平安と祝福あれにまで聞こえるほどになりました。そこで預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれは外出され、部屋を仕切っていたカーテン、水樹符を開けて呼びかけられました。カーブよ。カーブは答えました。はい、アッラーの使徒よ。ここにおります。ラッパイカ。預言者はジェスチャーで半分、シャトルを指し示しながら仰いました。あなたのその借金を、これだけ、半分減らしてあげなさい。カーブは言いました。アッラーの使徒よ。承知いたしました。その通りにいたします。すると預言者は、債務者であるイブン・アブー・ハドラドに仰いました。立ちなさい。そして、残りの半分を返済しなさい。サヒーフ・アルブハーリー第457番。アナス・アッラーが彼を喜ばれますようにの伝承です。預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれの仲間、サハーバーのうち二人の男が、ある暗い夜に預言者の元を辞して帰路に着きました。すると、二人の前を照らす二つの灯火、灯火のようなものが現れました。二人が分かれ道に差し掛かって分かれると、その光も二つに分かれ、それぞれが家にたどり着くまで一人ずつを照らし続けました。サヒーフ・アルブハーリー第465番。ジャービル・ブン・アブドゥッラー・アッラーが彼を喜ばれますようにの伝承です。私は、預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれがモスクにおられる時にお尋ねしました。伝承者の一人である、ミスアルは、それが午前中、ドゥハーの時間であったと言っていたと思います。すると預言者は、ニラカーの礼拝を捧げげなさいと言われました。預言者は私に借金がありましたが、それを返済してくださっただけでなく、元の金額に上乗せして、余分に支払ってくださいました。サヒーフ・アルブハーリー第443番。アブー・カターダ・アッサラミー、アッラーが彼を喜ばれますようにの伝承です。
アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれはこう仰いました。あなた方の一人がモスクに入った時は、座る前に、まずニラカーの礼拝を捧げなさい。サヒーフ・アルブハーリー第444番。アブー・フレーラー・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承です。私は、アフル・アッサフはモスクの軒先に住んでいた困窮した教友たちの70人を見たことがありますが、彼らの中に上着、リダーウを羽織っている者は一人もいませんでした。彼らは腰布をイザールか、あるいは、粗末な街灯、キサーウを身につけているだけで、それを首のところで結んでいました。その布の丈は、あるものはふくらはぎの半ばまで、あるものはくるぶしまで届く程度のものでした。布が短かったため、彼らは自分の皮膚が他人から見えてしまうのを嫌い、手で布をかき集めるようにして、押さえていたのです。サヒーフ・アルブハーリー第442番。アイシャ・アッターが彼女を喜ばれますようにの伝承です。ある時、バリーラ、奴隷の身分であった女性が彼女の元を訪れ、自らの解放のための代金、ムカータバ、分割払いの解放契約の支払いを助けてほしいと願い出ました。アーイシャは彼女に言いました。もしあなたが望むなら、私があなたの主人側に代金を全額支払いましょう。ただし、あなたのワラー、解放後の忠誠権、相続権は私のものになります。しかし、バリーラの主人たちはこう言いました。もしあなたが残りの代金を支払いたいのであれば、そうしても構わない。だが、ワラーは我々のものになるという条件だ。スフヤーンの伝承によれば、彼女を解放してもよいが、ワラーは我々のものだ、という条件でした。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれが来られた際、アーイシャはそのことを彼に伝えました。すると預言者は仰いました。彼女を買い取って解放しなさい。実に、ワラーとは、解放した者に属するものなのだから。その後、アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれはミンバル、説教壇に立ち、次のように仰いました。アッターの書、法にない条件を突きつける人々はどうしたことか。アッターの書にない条件を課す者は、たとえそれを100回繰り返したとしても、その条件は無効である。サヒーフ・アルブハーリー第456番。アブー・フレーラー・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承です。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれがナジドの方角へ騎兵隊を派遣された際、彼らはバニー・ハニーファ族のスママ・ブン・ウサールという男を連れて帰ってきました。彼らは彼をモスクの柱の一本に縛り付けました。その後、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが彼のところへ来られ、様子を見られた後、スママを解放しなさいと仰いました。解放された彼は、モスクの近くにある夏目ヤシの園へ行き、全身を清め、グスルを行い、再びモスクに戻ってこう言いました。アッターの他に神はなく、ムハンマドはアッターの使徒であると証言します。シャハーダ。サヒーフ・アルブハーリー第462番。アーイシャ・アッターが彼女を喜ばれますようにの伝承です。サード、ブン・ムアーズは反濁、溝の戦いの日に、腕の静脈、アルアクハルを負傷しました。そこで預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、すぐ近くで見舞い、看護をすることができるよう、モスクの中に彼のためのテントを張られました。当時、モスク内にはバニー・ギファール族のテントもありましたが、彼らは自分たちのところへ血が流れてくるのを見て驚き、テントの人たちよ、こちらへ流れてくるこれは一体何ですか、と言いました。見ると、サードの傷口から激しく血が噴き出しており、彼はそのテントの中で亡くなりました。サヒーフ・アルブハーリー第463番。アブー・フレーラー・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承です。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれはこう仰いました。あなた方の一人が、礼拝を捧げたその場所に泊まっている限り、ウドゥー礼拝前の清めが解けない。限りは、天使たちがその人のために祈り続けます。天使たちはこのように唱えます。アッターよ、彼をお許しください。アッターよ、彼に慈悲を垂れてください。サヒーフ・アルブハーリー第445番。おならをしたりして、清めの状態を失わない限り、という意味が含まれます。ウバイドゥッター・アルハウラーニーの伝承です。彼は、ウスマーン・ブン・アクファーン、アッターが彼を喜ばれますようにが、預言者のモスクを再建した際に人々が彼に対して、批判的な意見を多く言ったのを聞いて、次のように述べるのを聞きました。あなた方は、私の建築に対して言い過ぎです。私は、預言者ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれが次のように煽るのを聞きました。アッターの丘を、満足を求めてモスクを建てる者には、アッターは楽園にそれと同じような、
素晴らしい家を建ててくださる。サヒーフ・アルブハーリー第450番。アーイシャ・アッターが彼女を喜ばれますようにの伝承です。氷菓子や利息・リバーに関する、牛の章、アルバカラの諸説が下された際、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれはモスクへ行き、それらを人々に読み聞かせられました。そして、酒・ハムルーの取引を禁じられました。サヒーフ・アルブハーリー第459番。ハッサーン・ブン・サービとアル・アンサーリー、アッターが彼を喜ばれますようにが、アブー・フレーラ、アッターが彼を喜ばれますように証言を求めて次のように言いました。アッターにかけてあなたに尋ねます。預言者ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれが次のように煽るのを聞きましたか。おう、ハッサーンよ、アッターの使徒に代わって、死で答えなさい。アッターよ、彼を聖霊、ジブリールによって強めてください。アブー・フレイラは答えました。はい、確かに聞きました。サヒーフ・アルブハーリー第453番。サフル・ブン・サード・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承です。アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれがファーティマの家を訪ねられましたが、アリーは家にいませんでした。預言者は、あなたのいとこ夫のアリーはどこにいるのかね、と尋ねられました。ファーティマは答えました。私と彼の間で少し口論があり、彼は私に対して怒って外に出てしまいました。それで、私と一緒にここで昼寝、カイルーラをしなかったのです。アッターの使徒はある者に、彼がどこにいるか見てきなさい、と言われました。その者は戻ってきて言いました。アッターの使徒よ、彼はモスクで眠っています。アッターの使徒がそこへ行かれると、アリーは横になっていましたが、上着、リダーウが肩から落ちて、その脇腹に土がついていました。アッターの使徒はその土を払いながら、こう言われました。起きなさい、アブー・トゥラーブよ。起きなさい、アブー・トゥラーブよ。サヒーフ・アルブハーリー第441番。アブー・トゥラーブとは、土の父という意味です。アブー・サイード・アルフドリー、アッターが彼を喜ばれますようにの伝承です。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが説教、太場を行い、こう仰いました。アッターはある僕、しもべいに対し、現世か、神のおもとにあるものか、どちらかを選ぶよう選択肢を与えられました。すると、その僕は神のおもとにあるものを選んだのです。これを聞いたアブー・バクル、アッターが彼を喜ばれますようには泣き出しました。私は心の中で思いました。アッターが僕に現世か神のおもとのものかを選ばせ、その僕が神のおもとのものを選んだというだけの話なのに、なぜこの老人は泣いているのだろうかと。しかし、実はその僕こそがアッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれ、ご自身であり、アブー・バクルは私たちの中で最も深く、預言者の真意を知る人物だったのです。預言者は仰いました。アブー・バクルよ、泣かないでほしい。私に対し、その友情と財産において最も尽くしてくれたものはアブー・バクルである。もし私が共同体ウンマーの中から、神以外の最愛の友、ハリルを一人選ぶとするならば、それはアブー・バクルであっただろう。しかし、私たちをつなぐのはイスラームの兄弟愛と情愛である。モスクに通じるすべての扉は、アブー・バクルの扉を除いて、すべて閉ざされるべきである。サヒーフ・アルブハーリー第466番。イブン・アッバース、アッターが彼ら、不死を喜ばれますようにの伝承です。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれは、ご自身が亡くなることになった。最後の病の際、頭に布を巻いた状態で外に出て、ミンバル、説教壇に座られました。そしてアッターを称え、崇めた後、次のように仰いました。人々の中で、その身、友情と財産において、私に最も尽くしてくれたものは、アブー・バクル・ブン・アブー・クハーファである。もし私が人々の中から一人を、最愛の友、ハリルとして選ぶとするならば、必ずアブー・バクルを選んだであろう。しかし、イスラームの絆、兄弟愛こそが、何よりも勝るものである。このモスクに通じるすべての扉、砲破を、アブー・バクルの扉を除いて、私のためにすべて閉じなさい。サヒーフ・アルブハーリー第467番。アーイシャ・アッターが彼女を喜ばれますようにの伝承です。彼女は次のように述べました。ある日、アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれが私の部屋の入り口におられるのを見ました。その時、エチオピア人たちがモスクで、槍投げの演舞をして遊んでいました。アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれはご自身のマント、リダーで私を隠してくださり、私は彼らの遊びを、肩越しに眺めていました。また、イブラーヒーム・ブン・アルムンジルが伝えた別の経路の伝承によれば、
アーイシャは次のように述べています。私は預言者、彼にあった平安と祝福あれを見ましたが、その時エチオピア人たちは腹場を使って演舞をしていました。サヒーフ・アルブハーリー第454番。サヒーフ・アルブハーリー第455番。アブー・フレイラー・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承です。預言者、彼にあった平安と祝福あれは次のように仰いました。昨夜、ジンのイフリート、強力な霊体の一匹が、私の礼拝を妨げようと突如として襲いかかってきた。しかし、アッターが私に彼を捕らえる力を与えてくださった。私は、朝になってあなた方全員が彼を見ることができるよう、モスクの柱の一本に彼を縛り付けようと思った。だがその時、私の兄弟である、預言者、スライマーンの言葉を思い出したのだ。私の主よ、私に、私の後の誰にもふさわしくないような王国を授けてください。そこで私は彼を話した。老派、伝承者の一人によれば、その陣は屈辱のうちに追い払われたとのことである。サヒーフ・アルブハーリー第461番。ナーフューの伝承によれば、アブドゥッラー、ブン・ウマルが彼に次のように伝えました。預言者ムハンマド、彼にあった平安と祝福あれの時代のモスクは、泥レンガ、ラビンで築かれ、屋根はナツメヤシの枝、ジャリードで覆われ、柱はナツメヤシの幹で作られていました。アブー・バクル・アッターが彼を喜ばれますようには、そこに何も付け加えませんでした。ウマル・アッターが彼を喜ばれますようにはモスクを拡張しましたが、預言者、彼にあった平安と祝福あれの時代と同じように泥レンガとナツメヤシの枝を用いて立て、柱も同じく木材に戻しました。その後、ウスマーン、アッターが彼を喜ばれますようにはモスクを大きく改築し、大幅な拡張を行いました。彼は壁を彫刻を施した石と石灰、カッサで築き、柱も彫刻を施した石で作り、屋根には高級なインドチーク材、サージュを用いました。サヒーフ・アルブハーリー第446番。サフル、ブン・サードの伝承です。彼は次のように述べました。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれはある女性のもとへ使いをやり、あなたの抱えている大工の若者に、私が座るための木製の椅子、縁談を作るよう命じてくださいと言われました。サヒーフ・アルブハーリー第404を箱。ジャービル、ブン・アブドゥッラーの伝承です。ある女性が次のように言いました。アッターの使徒よ、あなたがお座りになるためのものを作りましょうか。私には大工の若者がおります。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが、あなたが望むならば、そうしなさいと答えられると、彼女はミンバル、説教台を作りました。サヒーフ・アルブハーリー第449番。アーイシャ・アッターが彼女を喜ばれますようにの伝承です。あるアラブの部族に、黒人の女奴隷がいました。部族の人々は彼女を解放しましたが、その後も彼女は彼らと共に暮らしていました。彼女、その女性はこう語りました。ある時、その部族の幼い女の子が、革でできた赤色の帯、ウィシャーフを身につけて外に出ました。彼女がその帯を置いたのか、あるいは落としたのかしたところ、そこに鳥居が通りかかりました。地面に落ちていたその赤い帯を肉だと勘違いした鳥は、それをひったくって飛び去ってしまったのです。部族の人々が帯を探しましたが見つからず、彼らは私、その女性が盗んだのだと疑いました。彼らは執拗に身体検査を始め、ついには私の皮膚まで調べたのです。私が彼らに囲まれて立っていると、ちょうどそこにあの鳥が再び現れ、帯を落としていきました。帯は彼らの真ん中に落ちました。私は言いました。これこそ、あなた方が私を疑ったものです。あなた方は私がやったと決めつけましたが、私は無実でした。ほら、これがその帯です。その後、彼女はアッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれのもとへやってきて、イスラムに入信しました。アーイシャは言います。彼女はモスクの中に小さなテント、あるいは小屋を構えて住んでいました。彼女はよく私のところへ来てはおしゃべりをしてくれましたが、私のそばに座ると必ず次のような詩を口にするのでした。あの帯の日は、私たちの主の驚くべき奇跡の一つ。まさにその出来事が、不信仰の蝶から私を救い出してくれた。アーイシャは言います。私が彼女に、どうして私と一緒に座るたびに、いつもそれを言うのですか、と尋ねると、彼女はこの、冤罪の物語を私に話してくれたのです。サヒーフ・アルブハーリー第439番。アブー・フライラー・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承です。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは次のように仰いました。モスクでの集団礼拝は、
自宅や市場で一人で行う礼拝よりも、25倍の報奨、快意があります。あなた方の一人が、美しく、正しく、ウドゥ、お清めを行い、礼拝のためだけにモスクへと向かうならば、彼が一歩踏み出すごとに、アッターはそれによって彼の快意を一段上げ、一つの罪を消してくださいます。これは彼がモスクに入るまで続きます。そして、モスクに入った後は、礼拝を待っている間も、彼はずっと礼拝を続けているのと同じ、報奨の状態とみなされます。また、天使たちは、彼が礼拝を行ったその場所に座り続けている間、彼のために次のように祈り続けます。アッターよ、彼をお許しください。アッターよ、彼に慈悲を垂れてください。これは、彼がウドゥを損なう、無効にするまで続きます。サヒーフ・アルブハーリー第477番。アブー・ワーキド・アルライシー、アッターが彼を喜ばれますようにの伝承です。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれがモスクにおられた時のことです。そこへ3人の男たちがやってきました。2人はアッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれの方へ進みましたが、1人は去っていきました。進んできた2人のうち1人は、座っている人々の中に隙間を見つけてそこに座りました。もう1人は、人々の後ろの方に座りました。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれは、説教を終えられると、次のように仰いました。あの3人について教えようか。まず1人は、アッターに身を寄せた。故に、アッターは彼を受け入れ、慈悲を注ぎた。もう1人は、遠慮した。恥じらいを持った。故に、アッターも彼に対して遠慮なされた。彼を罰せず、慈しまれた。しかし最後の1人は、背を向けた。故に、アッターも彼に背を向けられた。見放されたのだ。サヒーフ・アルブハーリー第474番。預言者の妻アイシャ、アッターが彼女を喜ばれますようにの伝承です。私が物心ついた時から、私の両親は、イスラームの宗教を信仰していました。また、アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれが、朝夕の2回、私たちのところに来られない日は1日もありませんでした。その後、父であるアブー・バクルはある考えを抱き、自分の家の庭にモスクを建てました。彼はそこで礼拝をし、クルアーンを朗読していました。すると、多神教徒、ムシュリクたちの妻や子供たちが彼のそばに立ち止まり、驚きと関心の眼差しで彼を見つめるようになりました。アブー・バクルは非常に涙もろい人、バッカーで、クルアーンを朗読すると、その涙を抑えることができませんでした。その光景は、多神教徒であるクライ種族の有力者たちを不安にさせました。サヒーフ・アルブハーリー第476番。ハディースの小説。1、語句の解説。ズール・フレイファに立ち寄られたアブドゥッター・ブン・ウマル。アッターが彼ら両人を喜ばれますようにもまた、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが立ち寄られた場所を正確に選んで、巡礼の際にそこに滞在しました。サムラ・アカシアの木の下。サムラとはトゲのある木のことです。イブン・ウマルはこの木を探し出し、その傍らで礼拝しました。それは預言者、彼にアッターの平安と祝福あれがそこで礼拝されたからです。そこで休息、ターリースを取られた。ターリースとは、旅人が夜の終わりに休息のために立ち寄ることです。イブン・ウマルも同じ時間に同じ場所で休息しました。赤間丘、周囲より小高い場所のことです。ハリージュ水路、深い谷のような通り道です。くすぶ砂丘砂が集まって盛り上がった場所、カシーブの複数形です。洪水が砂を運んだ、ダハー・アッサイル、洪水が土砂を押し流し、イブン・ウマルが礼拝していた場所を埋めてしまったことを意味します。2、法学的な議論、預言者の物理的な足跡をたどることについて、これらの伝承はすべて、イブン・ウマルが預言者、彼にアッターの平安と祝福あれの個人的な行動や立ち寄り先をいかに厳格に模倣しようとしたかを示しています。これは彼の並外れた忠実さと愛による、イジュティハード、個人的見解努力です。正しい見解ラージ派。しかし、この問題における正しい結論は、イブン・ウマルの父であるウマルや他の主要なサハーバ、仲間の志士たちの見解にあります。彼らは、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが旅の途中で、偶然礼拝された場所を静止して礼拝することは推奨されないと考えていました。ウマル・アッターが彼を喜ばれますようにがこれを禁じたのは、偶像崇拝、シルクへの道筋を断つ、サット・アッツァリーヤためです。彼は、あなた方以前の民、経典の民は、預言者たちの足跡を追い求めたために滅びた、と警告しました。3イブン・ウマルのその他のイジュティハード、個人的見解について、イブン・ウマルには、他のサハーバが同意しなかった独自の厳格な実践がいくつか知られています。髭のトリミング、彼は巡礼の際、握り拳より長い部分の髭を切り落としましたが、これは彼自身の解釈によるものでした。目の中に水を入れる、大錠、ぐするの際、目の中にまで水を入れたため、後に視力を損なう原因となりました。
これも他のサハーバは行わなかった過度な実践とみなされます。埋葬時の読書埋葬の際にクルアーンの特定の箇所を唱えることを良しとしましたが、正しいスンナ、慣行によれば、埋葬時に行うべきは死者のための、ドゥアー、祈祷のみです。4、結論と学問的ルール。イブン・ウマルがこれらの事柄において、最適解に達しなかったとしても、彼の真摯な努力、イジティハードに対しては褒章、アジュルがあります。しかし、知識を求める者は、高位のサハーバや正統カリフ、アブーバクルやウマルらの見解に反する場合、彼に習うべきではありません。重要な原則。サハーバの一人の言葉は、他のサハーバによる反対がない限り証拠、フッチャとなります。しかし、サハーバの間で意見が分かれた場合は、より根拠の強い側、正統カリフの意見やシャリーヤの基本原則に従います。現在、ハディースに記された場所のほとんどは特定不可能であり、唯一、ズールフレーファ、ミーカーツ、巡礼の開始地点だけが知られています。フダイル・ブン・スライマーンが伝え、ムーサー・ブン・ウクバが次のように語りました。私はサーリム・ブン・アブドゥッラーが、道中の特定の場所を選んでそこで礼拝しているのを見た。彼は、自分の父イブン・ウマルがそこで礼拝していたこと、そして父は預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれがそれらの場所で礼拝されるのを見たのだ、と語っていた。また、ナーフィウもイブン・ウマル、アッラーが彼ら両人を喜ばれますようにから、彼がそれらの場所で礼拝していたという伝承を私に語った。私がサーリムに、それらの場所について、尋ねたところ、シャラフ、アルラウハーにある一つのモスク、礼拝所に関する相違を除いて、すべての場所において彼はナーフィウと一致していた。サヒーフ・アルブハーリー第483番。ナーフィウからの伝承です。アブドゥッラー・ブン・ウマルは、カーバ神殿に入ると、入り口を背にして正面に向かって歩きました。そして、自分と正面の壁との距離が約3アーム、約 1.5 メートルほどになるところまで進んで礼拝を捧げました。彼は、ビラールから、預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれがここで礼拝されたと教えられた場所を意図的に選んで礼拝していたのです。彼はまた、神殿内のどの熊、隅で礼拝しても、私たちにとって差し支えはないとも言っていました。サヒーフ・アルブハーリー第506番。アッサーイブ・ブン・ヤズイド、アッラーが彼を喜ばれますようにの伝承です。私がモスクの中に立っていたところ、ある男が私に小石を投げつけました。見上げると、そこにはウマル・ブン・アルハッターブ、アッラーが彼を喜ばれますようにがいました。彼は言いました。言って、あの二人を私のところに連れてきなさい。私が二人を連れてくると、ウマルは尋ねました。お前たちは何者だ、あるいは、どこから来たのだ。二人は、ターイフのものですと答えました。するとウマルは言いました。もしお前たちがこの町、メディナのものであったなら、痛い目に合わせていたところだ。アッラーの死と、彼にアッラーの平安と祝福あれのモスクの中で、声を荒らげるとは何事か。サヒーフ・アルブハーリー第470番。ナーフィウがイブン・ウマル、アッラーが彼ら不死を喜ばれますようにから伝えた伝承です。ある男が、ミンバル説教団におられた預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれに、夜の礼拝についてはどのようにお考えですか、と尋ねました。預言者は仰いました。夜の礼拝は2ラクアずつ行いなさい。そして、もし夜明け、サバハが近いと察したなら、1ラクアだけ礼拝しなさい。そうすれば、それまでに言った礼拝が奇数ウィトルとなるであろう。また、イブン・ウマルは、次のように言っていました。あなた方の、夜の礼拝の最後をウィトル、奇数礼拝にしなさい。預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれがそのように命じられたからです。サヒーフ・アルブハーリー第472番。イブン・ウマル・アッラーが彼ら不死を喜ばれますようにの伝承です。ある男が、説教、言葉をされている最中の預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれのもとにやってきて、夜の礼拝はどのように行うのですか、と尋ねました。預言者は仰いました。夜の礼拝は2ラクアずつ行いなさい。そして、もし夜明けが近いと察したなら、1ラクアだけでウィトル、奇数礼拝を行いなさい。そうすれば、それまでに言った礼拝が奇数ウィトルとなるであろう。アルワリード・ブン・カシールは言いました。ウバイドゥッラー・ブン・アブドゥッラーが私に語ったところによれば、イブン・ウマルは彼らに、ある男がモスクにおられた預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれを呼んで、質問したと語ったとのことです。サヒーフ・アルブハーリー第473番。アッバード・ブン・タミームが、その王子、アブドゥッラー・ブン・ザイド、アッラーが彼を喜ばれますようにから伝えた伝承です。彼は、アッラーの死と、彼にアッラーの平安と祝福あれがモスクの中で仰向けに横になり、
片方の足をもう一方の足の上に乗せておられるのを見ました。また、イブン・シハーブがサイード・ブン・アルムサイヤブから伝えたところによれば、ウマルとウスマーン・アッターが彼ら両人を喜ばれますようにもそのように、横になっていました、とのことです。サヒーフ・アルブハーリー第475番。サフル・アッターが彼を喜ばれますようにからの伝承です。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれの礼拝の場所と壁の間には、一頭の羊が通り抜けられるほどの隙間がありました。サヒーフ・アルブハーリー第496番。サラマー・アッターが彼を喜ばれますようにからの伝承です。預言者のモスクのミンバル、説教壇の近くの壁の隙間は、一頭の羊がやっと通り抜けられるかどうかの広さでした。サヒーフ・アルブハーリー第497番。イブン・ウマル・アッターが彼ら両人を喜ばれますようにからの伝承です。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれは、イード、祭日の日の礼拝に出かける際、ハルバ、小さな投げ槍を持ってくるよう命じ、それを自分の正面に立てさせました。そして、それに向かって礼拝を捧げ、人々はその背後で礼拝しました。預言者は旅の途中でもそのようにされました。その後、指導者、アミールたちもその慣行を取り入れるようになりました。サヒーフ・アルブハーリー第494番。ナーフィューがイブン・ウマル・アッターが彼ら両者を喜ばれますようにから伝え、彼、イブン・ウマルが預言者、彼にアッターの平安と祝福あれから伝えた伝承です。預言者は、旅先で礼拝する際、自分の乗り物、ラクダを横向きにし、それに向かって、それをストラとして礼拝されていました。ナーフィューは言いました。私は、イブン・ウマルに尋ねました。もしラクダが騒いで動き出したらどうするのですか？彼は答えました。その場合、預言者は、ラクダから蔵を取り、それを置いて整え、その背もたれ、ムーハラーに向かって礼拝されました。イブン・ウマル・アッターが彼を喜ばれますように、自身も、そのように、礼拝を言っていました。サヒーフ・アルブハーリー第507番。アブドゥッター・ブン・ウマルからの伝承です。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、自分のためにハルバ、投げ槍を地面に突き立てさせ、それに向かって礼拝を捧げられました。サヒーフ・アルブハーリー第409を箱。アブー・ジュハイファからの伝承です。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれは真昼の暑い盛り、ハージラーに私たちのところへ来られ、ウドゥ、お清めのための水を持ってくるよう言われました。そしてウドゥを済ませた後、私たちの前でズフルとアスルの礼拝を捧げられました。その際、預言者の正面には穴座、短い槍が立てられており、女性やロバはその外側を通り過ぎていきました。サヒーフ・アルブハーリー第499番。アナス・ブン・マーリクからの伝承です。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが用を足しに外出される際、私ともう一人の少年で後を追いました。私たちはウッカーザ、杖、あるいはアサーボー、あるいはアナザ、短い槍を携え、また水入れダーワを持って行きました。預言者が用を済まされると、私たちはその水入れをお渡ししました。サヒーフ・アルブハーリー第500番。アブー・ジュハイファからの伝承です。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれは真昼の暑い盛りに外出され、アルバトハーという場所でズフルとアスルの礼拝を、旅の短縮礼拝として2ラカーずつ捧げられました。その際、正面にはアナザ、短い槍を立てられました。預言者がウドをされると、人々は、祝福を求めて、その使われた水で自分の体を拭いました。サヒーフ・アルブハーリー第501番。アブドゥッター・ブン・アムル・ブン・アルアース。アッターが彼ら両人を喜ばれますようにの伝承です。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれは仰いました。アブドゥッター・ブン・アムルよ。あなたが、社会のクズのような人々の中に残されたら、どうするかね。アブドゥッターは言いました。アッターの死とよ。それはどのような状況でしょうか。彼は答えられました。人々の約束、契約や真偽が乱れ、善悪が混ざり合って、このようになった時だ。と言って、預言者は指を交互に組み合わせて、その、混乱した様子を示されました。アブドゥッターは言いました。アッターの死とよ。その時私はどうすればよいでしょうか。彼は仰いました。アッター、力と栄光あるお方を恐れなさい。そして、自分が真理であると知っていることを受け入れ、疑わしい、否定すべきことは避けなさい。自分自身の身近なこと、あるいは親しい者たちに専念し、大衆の混乱に関わるのを避けなさい。サヒーフ・アルブハーリー第480番。ブスル・ブン・サイードからの伝承です。ザイド・ブン・ハーリドが彼、
ブスルをアブー・ジュハイムのもとへ送り、礼拝者の前を横切る者について、アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれから何を聞いたか尋ねさせました。アブー・ジュハイムは答えました。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれはこう仰いました。もし礼拝者の前を横切る者が、自分にどれほどの罪の重荷があるかを知っていたなら、その前を横切るよりも、40の間その場に立ち止まっている方が、彼にとってどれほど良かったことか。伝承者の一人であるアブー・アンナドルは言いました。彼が、使徒かと言ったのか、40ヶ月あるいは40年と言ったのか、私にはわかりません。サヒーフ・アルブハーリー第510番、アブー・サーリフ・アッサンマーンからの伝承です。ある金曜日、私はアブー・サイード・アルフドリー、アッターが彼を喜ばれますようにが、人々から自分を遮る者、ストラーに向かって礼拝しているのを見ました。すると、アブー・ムアイト家の若者が彼の前を横切ろうとしたので、アブー・サイードは彼の胸を押し返しました。若者は周りを見渡しましたが、彼の前を通る以外に道が見つからなかったため、再び横切ろうとしました。アブー・サイードは、血止めよりも強く彼を押し戻しました。若者はアブー・サイードに悪態をつき、不満を言い、マルワーン、当時の総督のところへ行ってアブー・サイードから受けた仕打ちを訴えました。アブー・サイードも彼の後を追ってマルワーンのところへ入りました。マルワーンは尋ねました。アブー・サイードよ、あなたとあなたの兄弟の息子、若者との間に何があったのですか。アブー・サイードは答えました。私は預言者、彼にアッターの平安と祝福あれがこう煽るのを聞きました。あなた方の一人が、人々から自分を遮る者、ストライに向かって礼拝しているとき、誰かがその前を横切ろうとしたら、その者を押し戻しなさい。もしその者が拒む、強引に通ろうとするなら、力ずくで、戦うようにして、防ぎなさい。なぜなら、その者は悪魔、シャイターンだからである。サヒーフ・アルブハーリー第509番、ヤズイード・ブン・アブー・ウバイドからの伝承です。私はサラマ・ブン・アルアクは、アッターが彼を喜ばれますようにと一緒にモスクに来ていましたが、彼はいつも、セークルアーンのムスハフが置かれている近くの柱、オストワーナのそばで礼拝していました。私は、アブー・ムスリムよ、あなたはこの柱のそばで礼拝することに努めているようですね、と言いました。すると彼は、私は、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれがこの柱のそばで礼拝することに努めておられるのを見たからです、と答えました。サヒーフ・アルブハーリー第502番、アナス、ブン・マーリクからの伝承です。私は、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれの年長の10とも、サハーバーたちが、マグリブ、夕暮れの礼拝の際に、柱をストラにするために柱へと急ぐ姿を見ました。シューバの伝承による補足、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが、家から出て来られるまで、彼らは柱のそばで済んだ礼拝をしていました。サヒーフ・アルブハーリー第503番、アブドゥッター・ブン・マスウード、アッターが彼を喜ばれますようにからの伝承です。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれがカーバ神殿の側で立って礼拝をしておられた時のことです。クルイ種族の男たちが集会所に座っていました。すると、彼らの一人が言いました。あの見えっ張り、礼拝をしている預言者のことを見ろ。誰か、あそこの家で屠殺されたラクダの死骸のところへ行き、その糞、ケツ、そして胎盤を取ってくる者はいないか。あいつがサジダ、平服をするまで待ち、それをあいつの両肩の間に乗せてやるのだ。すると、彼らの中で最も邪悪な男が立ち上がりました。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれがサジダをされたとき、男はその汚物を預言者の両肩の間に乗せたのです。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、そのままサジダを続けられました。男たちはそれを見て、互いに寄りかかるほど大笑いしました。ある者が、当時まだ幼い少女だったファーティマ、彼女の上に平安あれのもとへ知らせに走りました。彼女は急いで駆けつけました。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれがじっとサジダを続けておられる中、彼女は汚物を取り除き、男たちに向き直って彼らを厳しく叱りつけました。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは礼拝を終えられると、こう仰いました。アッターよ、クルイ種の者たちを、お裁きのためにあなたにお任せいたします。これを三度繰り返されました。その後、名を挙げて仰いました。アッターよ、アムル・ブン・ヒシャーム、アブー・ジャハル・ウトバ・ブン・ラビーヤ、シャイバ・ブン・ラビーヤ、アル・ワリード・ブン・ウトバ、ウマイヤ・ブン・ハラフ、ウクバ・ブン・アビーム・アイト、ウマーラ・ブン・アル・ワリードをお裁きのためにお任せいたします。アブドゥッダー伝承者は言いました。
アッターにかけて誓うが、私は彼らがバドルの戦いの日に打ち倒されているのを見ました。彼らはその後、バドルの古い井戸へと引きずり込まれていきました。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれは仰いました。井戸に投げ込まれた者たちには、呪いがつきまとうであろう。サヒーフ・アルブハーリー第520番。アブー・ムーサー・アル・アシュアリー、アッターが彼を喜ばれますようにの伝承です。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれは仰いました。真の信徒にとって、他の信徒は一つの建物のようであり、互いに強め合うものである。そう煽って、預言者は指を交互に組み合わされました。サヒーフ・アルブハーリー第481番。アイシャ・アッターが彼女を喜ばれますようにからの伝承です。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、私が彼の寝床、布団の上で横向きに寝ている前で礼拝をされていました。そして、ウィトル礼拝、夜の最後の礼拝を捧げようとされる時に私を起こし、私もウィトル礼拝を捧げたものでした。サヒーフ・アルブハーリー第512番。アブー・カターダー・アル・アンサーリー、アッターが彼を喜ばれますようにからの伝承です。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれは、ウマーマを抱きながら礼拝をされていました。ウマーマは、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれの娘ザイナブと、アブー・アル・アース・ブン・ラビーヤの間の娘です。預言者はサジダ、平服をされる時には彼女を、床に置き、立ち上がる時には彼女を抱き上げられました。サヒーフ・アルブハーリー第516番。アイシャ・アッターが彼女を喜ばれますようにからの伝承です。あなた方は私たち、女性を犬やロバと同等に扱うのですか。私はベッド・サリールの上に横たわっていたことがありますが、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは来られると、ベッドの真ん中に向かって礼拝を始められました。私は預言者の正面に居続ける、邪魔をするのを嫌い、ベッドの足元の方から掛け布団を抜け出すようにして、そっと離れました。サヒーフ・アルブハーリー第508番。アイシャの面前で、礼拝を遮る者として、犬、ロバ、女性が挙げられた時のことです。彼女は言いました。あなた方は私たちを犬のように扱いましたね。私は預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが礼拝されているのを見てきましたが、私は預言者とキブラ礼拝の方向の間に横たわっていました。用を足したくなった時、預言者の正面に座るのを嫌い、そっと、ベッドから抜け出したものです。サヒーフ・アルブハーリー第511番。アイシャの面前で、礼拝を遮る者は、犬、ロバ、女性であると言及された時の伝承です。彼女は言いました。あなた方は、私たちをロバや犬に例えましたね。アッターにかけて誓いますが、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが礼拝されている時、私はベッドの上で預言者とキブラの間に横たわっていました。用を足したくなった時、起きて、座ることで預言者の邪魔になるのを嫌い、足元の方からそっと抜け出したのです。サヒーフ・アルブハーリー第514番。預言者の妻アイシャからの伝承です。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれは夜中に起きて礼拝を捧げられましたが、その時、私は預言者とキブラの間で、家族の布団、フィラーシュの上に横向きに寝ていました。サヒーフ・アルブハーリー第515番。アイシャ・アッターが彼女を喜ばれますようにからの伝承です。あなた方が私たちを犬やロバと同等に扱うのは、実に失礼なことです。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれが礼拝をされている間、私は預言者とキブラの間に横たわっていました。預言者がサジダ、平服をしようとされるとき、私の足にそっと触れられたので、私は足を引っ込めました。そして預言者が立ち上がると、また足を伸ばしました。サヒーフ・アルブハーリー第519番。イブン・シーリーンの伝承によると、アブー・フライラ、アッターが彼を喜ばれますようには次のように語りました。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれは、夕方の2つの礼拝、ズフルまたはアスルのうちのいずれかを私たちと共に捧げられました。イブン・シーリーンは、アブー・フライラはその礼拝の名を挙げたが、私は忘れてしまった、と言っています。預言者は2ラカーだけ礼拝して、タスリーム、礼拝終了の挨拶をされました。その後、モスクに横たえられていた木材のところへ歩み寄り、まるでお怒りであるかのように、それに寄りかかられました。そして、右手を左手の上に置き、指を交互に組み合わされ、右の方を左の手の甲に当てられました。せっかちな人々はモスクの門から出て行き、礼拝が短縮されたぞ、と言い合いました。その場にはアブー・バクルとウマル、アッターが彼ら両人を喜ばれますようにもいましたが、
二人は恐れ多くて預言者に話しかけることができませんでした。集団の中に、腕が長いために、ズール・ヤダイン、両手の長い男と呼ばれていた人物がおり、彼はこう尋ねました。アッラーの使徒よ、お忘れになったのですか？それとも礼拝が短縮されたのですか？預言者は仰いました。忘れてもいないし、短縮もされていない。預言者は、周囲の人々にズール・ヤダインが言うことは本当か、と尋ねられると、人々は、はい、その通りです、と答えました。そこで預言者は前に進み、残りの2ラカーを礼拝し、タスリームをされました。その後、タクビール、アッラーフ・アクバルを唱えて、通常の複礼、サズダと同じか、それよりも長い複礼をされました。それから頭を上げ、再びタクビールを唱え、もう一度通常の複礼と同じか、それより長い複礼をされました。それから頭を上げ、タクビールを唱えられました。伝承者が、その後、預言者は再びタスリームをされましたか、と尋ねられると、イブン・シーリーンは、イムラーン・ブン・フサインが、その後、預言者はタスリームをされたと語ったと聞いています、と問えました。サヒーフ・アルブハーリー第482番。アブー・ジュハイファの父からの伝承です。預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれは、アルバトハーという場所で、正面に、アナザ短い槍を立てて、私たちと共にズフル、正午の礼拝を2ラカー、アスル、午後の礼拝を2ラカー捧げられました。その際、障壁であるアナザの外側を女性やロバが通り過ぎていきました。サヒーフ・アルブハーリー第495番。